皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。私はパリから戻って少しね風邪をひいてしまって声が変わっているんですが、皆様はねくれぐれもお体にお気をつけくださいね。さて今日は風邪にも負けず最近行ったねパリでの購入品とここ最近のね購入品をまとめて紹介します。ここ数年で年にね 2,3 回のペースでパリに行っているんですが、お買い物をするときに気をつけていることといえば、現地にしかないものをね積極的に購入したり、特にフランスのブランドはね現地で購入したりするようにしています。私はねアメリカに住んでいるんですが、基本的に、フランスに限らずねヨーロッパのブランドっていうのはねヨーロッパで買う方が安いです。ただしやはりね為替の影響もあるので、ブランドによってはねフランス発祥だから現地で購入するのが安いっていうこともないので、欲しいものがあるときはねお値段の下調べが必須です。今だいたいねそのオンラインでフランスやイタリアなど現地価格がね全部見れるので便利な世の中ですね。それでは今回購入してきたものをどんどん紹介するので最後までご覧ください。まずはマレ地区で立ち寄ったヴィンテージストアでの購入品です。今回行ったヴィンテージストアは私のね好みのアウターがたくさんあって4着試着してどれも欲しかったんですが、この中でね今回選んだのがこちら、サンローランのブレザーです。普通のブレザーっていうよりはデザイン性があってサイズがぴったりだったのが購入の決め手です。お次はフランスの自然派基礎化粧品アロマゾーンでの購入品です。フランスではとてもお手頃なブランドで有名なんですが、アメリカにもね日本にも未上陸で、某有名ブランドのねスキンケアと比較してもお値段がね半額以下で質もよく効果があるそうなので、パリジェンヌにも大人気で結構ねいつ行っても人が多いっていうイメージがあります。今回アロマゾーンでの購入品がまずこちら、ヌルボトックスセラムとね聞いただけで買いたくなったボトックスのような効果を持つスピランテスとラベンダーの革新的な植物複合体がシワの予防軽減をするっていうね高濃度美容液セラムです。最近使い始めたんですが、顔全体とね首にこうやって塗ってます。またね効果を感じた時はお知らせします。お次は約ね2ヶ月使用し続けた人の約 90% に効果が見られたっていうねシミ消しトーンセラムです。もう完全にこのねキャッチコピーにつられて購入しました。まだね使っていないんですが約10ユーロぐらいだったので、さっきのねヌルボトックスと同様お土産にもね多めに買ってみました。アロマゾーンのいいところってその天然の成分でできているので安心してね毎日使えるっていうところが一つあると思います。まだまだねいろいろ買っているんですが、これ以上やると長くなるので一旦ラストにします。アロマゾーン購入品ラストはこちら、まつげ美容液のセラムシルです。これをねなんで買ってみようって思ったのかっていうと、私はねロサンゼルスに住んでいてまつげがね綺麗な人に何人か出会って、美容液は何を使っているのって聞いた時にみんなね口を揃えてキャスターオイルって言うんですよ。でキャスターオイルは日本語だとひまし油っていうそうなんですが、この美容液にはオーガニックのひまし油、エンドウ豆の芽エキスなどが潤沢に配合されていたからです。まつげを長く濃く張りのある状態へ導いてくれるアイテムということで、この美容液もね乞うご期待です。次ですが、12月になってだいぶ寒くなってきて、冬ってねタートルネックや厚手のニット、マフラーがね大活躍する季節で、肌の露出がね少なくなってコーディネート自体がなんか重くなりがちなんですが、そんなね冬のコーディネートにジュエリーは強い味方なんじゃないかなって思っていて、身につけるだけで冬コーデを華やかにするジュエリーを探していました。そこで以前ね紹介したことがあるヒーファンというジュエリーブランドでこの季節に楽しめそうなアイテムをいくつかオーダーしたので、今日はねそのアイテムを紹介したいと思います。今日もヒーファンのジュエリーをつけているんですが、こちらがね夏から愛用しているチョップスティックネックレスです。華奢すぎず適度な存在感があって、セーターの上につけても可愛いです。ヒーファンのジュエリーはシルバーやパール、ジルコニア、ゴールド、ダイヤモンドなどの素材を使用していて、熟練の職人さんの手によって一つ一つ手作業で作られ、
手に取りやすい価格帯で自分へのプレゼントや大切な方へのギフトにもおすすめです。まず1つ目は今ねつけているパールとジルコニアのバランスが絶妙なムーンライトスタッドです。冬はパールがつけたくなります。パールのね持つ温かみのある輝きが冬の着こなしに華やかさと上品さを添えてくれます。こんな感じのカジュアルなセーターの日もムーンライトスタッドピアスをつけると顔周りがね華やかになります。ミニマルなデザインなのでちょっとしたねお出かけや日常使いもしやすいです。続きまして手元もね上品な華やかさを添えてくれるパールリングがあるとパーティーシーンでもね活躍してくれるかなって思ってこのねシェルパールのリングをオーダーしました。様々なサイズのシェルパールのビーズチェーンが4連になっているリングはつけるだけで手元が華やかになります。サイズの展開が S、M、L サイズですが今回私はねこの人差し指と中指につけたくて大きめのサイズを選びました。パールビーズの優しい色合いがカジュアルコーデから特別な日のスタイリングまで様々なシーンで活躍してくれます。お次はもうねこれ一つつけてしまえば他にねジュエリーをつけなくても一気にコーディネートを格上げしてくれるであろうネビュラピアスです。ジルコニアとシェルビーズが上品にあしらわれたネビュラピアスは耳たぶに沿うようにデザインされ顔周りを華やかにしてくれてシンプルなスタイリングをおしゃれに見せる効果があります。フォーマルスタイルの日はもちろんセミフォーマルなお呼ばれコーデも合わせやすいデザインです。こちらのねネビュラピアスに関してはピアスとねクリップタイプのものが選べるのでピアスのね穴が開いていない方でもお使いいただけます。ネビュラピアスにはサイズの展開がね2つあるんですが私はね大きい方を選びました。ネビュラピアスには合わせてつけられるネックレスもあるのでネックレスとね合わせるとさらにコーディネートが華やかになります。お次は温かいカプチーノにインスピレーションを受けて作られたカプチーノイヤリングです。丁寧に手作業で研磨されたタイガーアイは自然で繊細な木目が際立ちマザーオブパールそして温かみのあるゴールドとの組み合わせがおしゃれなカプチーノピアスはどこかヴィンテージの魅力とモダンなデザインの融合を感じます。この季節感もね問わず年中使えそうなミニマルで洗練されたフォルムが気に入っています。カプチーノピアスにはペアでねつけられるカプチーノネックレスもあって一緒につけるとね統一感があってモダンでシックな印象を与えます。ネックレス自体がミニマルなデザインなので重ね付けをしてもねおしゃれです。ネックレスは調節可能なスライド式留め具になっているので短めにしてチョーカーとしてまた長くしてロングペンダントとしても楽しめます。ラストはこちらスパゲッティイヤリングです。以前スパゲッティネックレスを紹介しましたが繊細なゴールドのフォークがスパゲッティチェーンのパールをね遊び心たっぷりに巻きつけていて可愛いなって思って今回はねスパゲッティピアスを選びました。ピアスもねよく見たらフォークがついていてデザイン性もあってとても可愛らしいです。様々なサイズのシェルパールのビーズチェーンが3連になっているスパゲッティイヤリングはネックレスと一緒につけても可愛いですしピアスのみでつけてもね一気に顔周りが華やかになります。以上6点がこの冬ヒーファンでオーダーしたジュエリーでした。タイムレスなデザインの中に遊び心があるタッチを加えたデザインがユニークで特別な日からデイリーユースまで幅広く活躍してくれそうです。それに手に届きやすい価格帯で気になるデザインのジュエリーにも挑戦しやすいので自分へのプレゼントや大切な方へのギフトにもおすすめです。今日着用したアイテムは全て概要欄に載せておきます。そしてお会計時にディスカウントコードを使用していただくとお得にお買い物ができるので購入される際にはねぜひこちらのディスカウントコードをお使いください。ちなみにウェブサイトは英語ですが言語設定から日本語を選ぶと日本語でお買い物をすることができます。お次はエルメスです。冒頭でもね少しお話ししたんですがフランスでね買うとお得にお買い物ができるブランドの一つがエルメスです。
アメリカとね比較すると特にねパリのお得さを感じるので、たくさんねお買い物をしたくなるんですが、お得にお買い物ができても本当に欲しいもの以外は買わないようにしています。ここ数ヶ月ロデオかねペガサスのチャームが欲しいなって思っていたんですが、どっちが欲しいのかその色もね決めていなくて、今回まずね本店に行って売り切れているって言われて、2回目に行った時もゴールドとエトゥープカラーのペガサスが2つあったんですが、3色のものが欲しくて初めてねパリのオンラインでオーダーしました。2日ぐらいでお店に届いて、実際にね現物を見てみたら色がね思っていたより暗くて返品しました。そして諦めかけていた時にジョルジュサンク店で3頭ぐらいねロデオとペガサスの在庫があって、他の色のね組み合わせを覚えていないぐらい大好きなペガサスに出会って購入してきたのがこちらです。最近よく使っているねソングモンとのバッグとも相性が良くて気に入っています。一つぐらい開封しようかなと思って、まだ開けていないものを一緒に開封しましょう。2つ目の購入品がこちら。なんか取れない。こんなに頑丈なのね。もう一つの購入品がこちら、スカーフリングです。スカーフをね使うときはいつも同じ巻き方しかしていないので、スカーフリングがあれば、いろいろアレンジができるのかなって思って購入してみました。サガンのねセーブル店に行った時に SA さんから教えてもらったねスカーフリングの使い方で、そのアレンジをね楽しもうと思います。前回の旅からパリのね激安薬局シティファルマにハマって、今回も行っていろいろと購入してきました。まずはこちら、ラロッシュポゼのメイクオフリムーバーです。顔全体に使うっていうよりは目とかねこのリップとかそのポイントメイクを落とすためのリムーバーとして使っています。個人的にはしつこめのねマスカラも落としやすい気がします。お次はラロッシュポゼの高い紫外線防御力のあるアンテリオシリーズの日焼け止めです。今回ねちょっと感動したのが、そのフランスではねアンテリオシリーズにその肌タイプ別の種類があるっていうことです。以前色付きのね日焼け止めを買ってちょっと微妙だったので、今回はまず無色のスタンダードのものと、こちら超超波長 UVA までブロックし、シミそばかすのね原因となる紫外線から肌を強力に保護する高機能 UVA ミルクを配合したアンテリオスのフルイドアンチタッシュ、それからこちらアンテリオスのエイジコレクトフォトコレクションというね、塗るとシミやくすみを目立たなくし、その張りをねもたらす日焼け止めっていうことでちょっとね買ってみました。お値段もねアメリカの半額以下なので、今回ね気に入ったものを次回多めに買って帰ろうかなって思っています。お次はこちら、以前ね紹介したことがあるラロッシュポゼのシカプラストバームです。ちょっとねパッケージが変わったのかな。優れた保湿皮膚修復効果があるパンテノールとツボクサエキスが配合されているので、肌のねバリア機能を高めてくれて、乾燥が気になる特にね今の季節に活躍してくれます。使い方は化粧水やね美容液の後にこうね顔全体に塗っています。首までね。でテクスチャーは少しね重ためなんですが、夜塗って寝ると朝までね保湿されています。お次はこちらマービスの歯磨き粉です。ちょっとね今開けてみせるんですけど、マービスの歯磨き粉って結構こうやって見た目がおしゃれなんですよ。見た目はおしゃれなんだけど、ここの蓋の部分がこうやってくるくる回して開けるタイプで、若干ねこうパカって開けるタイプに比べたらめんどくさくてフレーバーもジャスミンとかシナモンとか豊富にあるんですが、結局このねスタンダードなミントに落ち着きました。
これがね一番ミントが強くて、磨いた後に一番すっきりする気がします。パリの購入品ラストはセザンヌでの購入品です。ブランド自体は知っていたんですが、パリでね店舗に行ったのが今回初めてで、とにかくどの店舗もね平日なのにすごく人が多くて驚きました。まずはねジュエリーです。セザンヌのジュエリーは全体的にねシックなデザインで、どこかねヴィンテージ感も感じさせるシンプルで洗練されたアイテムが多くて、見た目より買いやすいお値段っていうのもね魅力的で、ついねリングだけで3つも買ってしまいました。どれもねちょっと雰囲気が違って気に入っています。お次がウィルジャケットです。ウィルジャケットって素材や色がねデニムとかスエードとかいろいろあって結構迷ったんですが、今回はこちらレザーにしました。このねキャメル色のレザーが自分のね髪とか肌の色に馴染みやすくて、オーバーサイズで羽織れるトレンド感と T シャツとねデニムみたいな日に羽織ってもねこなれた雰囲気が出せるので、すごく使いやすいです。デビットもメンズのねセザンヌでジャケットを1着購入しました。以上が今回のパリと最近の購入品の紹介でした。パリ Vlog もね動画が上がっているので、まだねご覧になられていない方はぜひそちらもチェックしてみてください。それではこの動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。